はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。まだまだ未熟なチャンネルですけれども、引き続きよろしくお願いします。今回は、毎日の料理で使わないことがないと言っても過言ではない包丁なんですけれども、実は切れ味が悪くて、切りづらいなんて思いながら、結局繰り返し使ってしまっている方や、こういった簡単で便利なシャープナーで研ぎ直して一旦は切れるようになるんですけれども、なかなかすぐ切れなくなってしまうなぁなんて思ってる方向けに、今日は一般的にご家庭で使われることが多いこの三徳包丁というものを使って、砥石での包丁研ぎや使用後のメンテナンスなど全般を初心者の方向けに解説していければなというふうに思っています。最近は男性も料理する方がとても増えてますので、ぜひこの機会に包丁の扱い方をマスターしていただいて、ストレスのない料理作りができるようになっていただければなというふうに思っていますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。難しいことを言うと、包丁の鋼材の種類や特徴は本当にたくさんありまして、ちょっとよくわからなくなってしまうので、今回は基本的なことだけをお伝えしていくような動画にしようと思ってます。その中でもちょっと簡単に特徴だけはお伝えさせていただくと、今回使うこの包丁は東京の亀戸にある吉実さんという刃物店のものなんですけれども、三徳包丁と言われている18センチぐらいですかね、刃渡り。一番家庭で使われることが多いタイプの形になっていると思います。今回はこれ炭素鋼という切れ味は鋭いんですけれども、錆びやすいっていうのが難点なんですよね。なので、ちょっと上級者向きになってしまっているかなと思います。値段もおそらく1万後半ぐらいはしてしまうので、ただ上手に使用すれば一生ものみたいな形で長く使えるいい商品になっているかというふうには思います。あと、錆びにくいステンレスという素材の同じような三徳包丁、いろんな種類があるというふうなことです。今回ちょっと実践させていただくのはこちらの炭素鋼になります。ちょっと刃が全くついてない状態のものからどんな形になるかやってみたいなというふうに思っています。あとは砥石が必要なんですけれども、キング砥石の100番という中砥石と言われるものですね。こちらがあれば基本的には包丁は切れるように研ぐことができます。その上で包丁が大きく欠けてしまったりすれば、もうちょっと粗い粗砥石っていうのが必要になりますし、切れ味をもうちょっと繊細にしたいということであれば、5000番ぐらいの仕上げ砥石っていうのを中砥石の後に当てて、繊細な刃に変えていくという風な感じの流れになっていくかなと思います。その中でも、やっていただかなきゃいけないようなことがありまして、砥石の面直しというものなんですけれども、使っていけば研げてるところだけこういう風に凹んでしまうんですよね。そうするとうまくまっすぐ研げていかないという状況になってしまうので、必ずもう一個用意してですね、すり合わせて直してから研ぐという風なことをしないとうまく研げていかないということなので、初心者の方でもできれば砥石は2つ用意していただいて、面直しをしていくっていうのは必須になってくるかなというふうに思いますので、お伝えさせていただきました。あとは、包丁のここの角度を一定にして、刃先から刃元の方まで全体的に同じように研いでいくというふうなことになります。で、こちらの三徳包丁は両刃と言いまして、こちらとこちらを同じように研いでいくタイプになりますので、均一に回数も同じように研いでいくというふうな感じになると思います。でも言えば守っていくのはそれだけなので、聞くと難しくないんですけれども、やってみると意外に同じような角度で研いでいくこと、なかなか難しいんですよね。なので、まずはチャレンジして回数を重ねていく必要性はあるのかなという感じがしています。あと、全く切れなくなるまで研がないというより、頻繁に少しずつ刃を当ててあげていれば、ちょっとの研ぎで長く切れ味を保てるという状態が続くので、めんどくさがらずに頻繁に研いでいただくことをお勧めします。はい、それでは実践していきたいと思います。砥石は水につけておくというような感じの砥石が多いので、使用する前にお水につけなきゃいけないものは10分ぐらい
つけておくような形になります。で、先ほどお伝えしたように、ここの面は平らでないとうまく研げないので、今回はこの仕上げ砥石と2つ用意しているというふうに仮定して、砥石の面を平らにしていくようになると思います。はい。では、まず旋盤の砥石に当てていくような形になります。包丁と砥石の角度は45度というふうに言われてますけれども、上下に研いでいくと。で、先ほどもお伝えしたここの角度がすごく重要なんですけれども、少しわかりやすく説明すると、10円玉2枚を置いて包丁を置いた時の角度ぐらいがいいというふうに言われてます。なので、最初ちょっと分かりづらいときは、10円玉2枚なんかを置きながら、一定に保てるようにしていくという風な感じになると思います。よく言われてるのが、15とか10とか感じなんでしょうかね。ここの角度が。15度はちょっと角度つきすぎなんじゃないかなんていう人もいますけれども、一般的にはそんな風に書かれていますね。あんまり立てると、こういう風に角度がついてしまうので、できれば少し鋭角にしてあげて、刃先を尖らしてあげた方が、食材への入りもいいですし、長く切れる。でもあんまり尖りすぎるとですね、かけやすくなったりしますね。その辺の違いが厳密に言うとあるということなんですけれども、だいたい15度から10度ぐらいを目安にしていただくといいかなというふうに思います。ではまず、どれだけ切れてないのかだけ見ときましょうかね。もう全くですね、本当に手をこうやっても全く切れないので、ちょっと実践していきます。こういった形でセッティングして、で水をかけやすくしながらやっているんですけれども、こういった研ぎ台みたいなのは簡単に作れてしまうので、ご興味ある方は以前の動画でお伝えしてますので、そちらも確認してください。普通であれば濡れたダスターで滑らなくしてですね、その上に砥石を置いていただければいいのかなと。これが動いてしまうと危ないので、しっかり固定させて使っていくという風な感じになると思います。はい。では始めていきます。45の角度で刃先から研いでいきたいと思います。慣れないうちは4箇所ぐらい場所を変えながら同じ回数研いでいけばそんなに変形してこないのかなという風に思います。で、一つだけちょっとコツがあるので、そこはお伝えしておかないといけないんですけれども、ここの刃先のところは、ちょっとこっち側に曲がっているので、ペタッと置いとくだけでは、刃がちゃんと当たりきらないんですよね。なので、この湾曲に合わせて、この包丁をぐっと上に上げてあげると、この刃先がしっかりとつくような形になるんですね、ここの部分が。刃先のところだけは実はほんのちょっとだけ15度に保ちながら上にグッと上げてあげるような作業がいるんですよね。そこだけがちょっと難しいかなと思いますけれども、やりながら覚えていくというような感じになると思います。で、慣れてくると動かしながら研いでいくというふうなことになっていくと思うんですけど、指を置きながらやっていっても全然問題ないですね。今当てたんですけど、砥石に当たってる部分だけ色が変わってますよね。これでどんな当たり方をしているのか、この角度がすごく立ててると、この接地面は本当に少なくなってしまうので、これが切り刃っていうんですけれども、どんな形で研げているのか見ていきながらやると、包丁の型が変わっていかない。これで言うと、ちょっと刃元の部分だけなんか当たりが悪いですよね。なので、ちょっと刃元の部分も同じように当ててあげると、こういう風な形で刃元も当たってくると。片方こういう風に研いでいってるんですけれども、どこまで研いでいけばって話なんですけれども、こっち側をこういう風にずっと研いでると、こっち側にめくれてくるんですよね、ぐーっと。それを触ると、ここに手にピッと当たるんですけれども、そういう風になってくると、こっち側の研ぎはもうだいぶいいですよというサインになります。で、全体的にそのめくれが出て、この手に引っかかるようになったら、逆を同じように研いでいく感じになります。ちょうど4箇所に分けながら、20回を5回ぐらいずつ分けたので、100回ずつぐらい研ぎましたかね。刃がついてなかったので、なかなか返りが出ませんでした。ここの角度をグッて立ててしまえば、すぐ返りは出るんですけれども、さっき言ったようにすごく鈍角になってしまうので、あんまり立てずに。この返りがやっぱりちゃんと出るまで研がないと、刃先がとんがらなくなるので、ポイントなんじゃないかなと思います。
これで返りが出ましたので、逆もまた同じような角度でこう4箇所分けながら研いでいきたいと思います。で、言ったように先はこの角度とちょっと上に上げてあげないと刃先がつかないので、この辺は慣れてる人でも難しいとこなので、動かすのはゆっくりでいいと思うので、焦らずに角度を一定に保つようにしていけばいいかなというふうに思います。で、逆を研いでいくと、さっき向こう側に出てた返りはなくなります。で、逆に次こっち側のところに帰ってくるので、同じような回数研ぎながら、その返りを、こういう風に出てる返りを次こっちを取って、こっちを取りながら、まっすぐに合わせていくという感じになります。そうすると、刃先が尖って切れるようになっていくというような感じです。で、うまく両方均等にこういう風に研げていくと、この刃先に金属片が溜まってくるんですよね。カスみたいなのが。それを一応バリと言うんですけれども、そういう風な金属片が出てくるっていうことは、両方からうまく研げて、刃先が尖ってきているという証拠になっています。で、最後研ぎ終わった時にバリ取りといって新聞紙でこういう風にその刃先の金属片は取るような形になると思いますので、また後でやりたいと思います。それでは逆も同じような角度で研ぎました。だいぶ触っても両方とも引っかかりがないぐらいになってきたので、しっかり尖らせれてるかなという感じになってます。およそ10分ぐらい調整しながら研いでいたと思います。で、刃先が尖ってる確認の仕方としては、爪なんか動かすと尖ってると引っかかって動かないので、一応旋盤でこんな風に研いで、一般的にはこれでも十分かなと思います。ちょっと切れ味確認してみますね。こんな形で切れるようになってますね。もうこれでご家庭で使う分には十分かなというふうに思うんですけれども、こういった仕上げ砥石をその後に当てたりすると長切れするというふうな形になります。まずはこの旋盤でしっかりと返りを取りながら磨けるようになるのが基本なので、そこを意識してやっていただければなというふうに思います。で、せっかくなので仕上げ砥石も当ててみましょうかね。どちらにしても2つ用意していただいた方がいいので、中砥石と同じように当てていきます。そんなに力入れなくてもいいと思います。刃先を当ててあげるような感じで全体的に調整すると。ここまでやると本当にトマトなんか切るときにスムーズさが変わってきますね。研げていくというより少し刃先を磨いているという感じになるので、全体的にまんべんなく刃先を当てると。包丁の刃先の輝き方も変わるんですけどね、だいぶ目が細かいので。はい、同じように両面仕上げ砥石を当てました。一応これで研ぎの方は終了させていただきたいんですけれども、あとはクレンザーとかそういったもので包丁をきれいに磨いてしっかりと拭き上げるというふうなところまでやってみましょう。こういったもので少し全体的にスポンジで磨いていってあげるというふうな感じになります。サビとかちょっと取りきれないものは耐水ペーパーを使って磨かないと多分深いサビは取れないと思うので、その場合はもうちょっと粗い耐水ペーパーでしっかりと磨いていってあげればいいんですけれども、日常的な汚れを落としたり研いだ金属片をきれいにする分にはこのクレンザーで十分かなと思うので、しっかりと汚れを取って仕上げると、こんな感じになりますね。ちょっと深く入っているようなサビはやはりこのクレンザーでは取りきれないですけど、表面の汚れはだいぶ光って綺麗になってますね。はい、こんな感じで磨きも終了しました。では先ほどちょっとお伝えした刃先にある金属片をまず新聞紙とかでさすってあげると取れるので、こういうバリ取りをして切れ味を確認してみます。なかなかお伝えしにくいですけど、だいぶ軽い感じにはなっております。で、ついでにトマトも切ってみますか。
簡単に切れてしまう感じはありますね。トマトもこんな形で薄く切れると。はい、以上で、やったことがない方にとっては、なかなか最初はやり出せない作業なのかなというふうに思いますけれども、ぜひ今回の動画を参考に切れる包丁研ぎにチャレンジしていただき、日々のお料理をストレスのないものに変えていただければなというふうな形で動画を撮らせていただきました。今回は初心者編の包丁研ぎということでお伝えさせていただきましたが、その他私のチャンネルでは和包丁全般、研ぎや砥石にまつわることをいろいろ配信していますので、ぜひチャンネル登録いただき、そちらもご覧になっていただければありがたいです。それでは今回はこれで終了いたします。いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。